アブー・マスラマが伝えます。サイード・ブン・ヤズイド・アル・アズリー、私はアナス・ブン・マーリクに、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれが靴を履いたまま礼拝されたことがあるか尋ねました。彼は答えました。はい、あります。サヒーフ・アルブハーリー386。イブラーヒームが伝えます。ハンマーム・ブン・アルハーリスが言いました。私はジャリール・ブン・アブドゥッラーが排尿するのを見ました。それから彼はウドゥ、清めを行い、フシフ、キャフズ、厚手の布または革製の靴下の上に、濡れた手を拭い、立ち上がって礼拝をしました。彼はそれについて尋ねられ、私は預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれが同じことをされるのを見たと答えました。人々は、ジャリールが非常に恐れてイスラームに入信した人物であったため、この伝承を正しいと任めました。清めをしてからフッフを履いたと確認できたため、フッフの上を拭うことが許容された。サヒーフ、アルブハーリー387。アルムギーラ・ブン・シューバが伝えます。私は預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれのウドゥ、清めをお手伝いしました。すると彼はフシフ、靴下の上に濡れた手を拭い、フックを履いたまま礼拝をされました。サヒーフ、アルブハーリー388。解説、靴を履いたままの礼拝。靴を履いたまま礼拝することは、イスラーム共同体への負担軽減と容易化として定められました。また、ユダヤ教徒との違いを出すという目的もありました。預言者ムハンマド様の教えの目的の一つは、経典の民と異なること、そしてムスリムにとっての困難や負担を取り除くことです。このハディースで、タービー、共有の次の世代であるアブー・マスラマ、サイード・ブン・ヤズイドは、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれのしもべであったアナス・ブン・マーリク、アッラーが彼を喜ばれますように尋ねました。それは、預言者様が何らかの礼拝任意であれ義務であれにおいて、足に靴を履いたまま礼拝されたことがあるか、という問いです。アナスは、預言者様がそれを実行されたと肯定的に答えました。これは、共同体への特例として、軽減と容易化を図るものです。したがって、履物を履いての礼拝は、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれの清らかな観光であり、特定の土地や時代に限定されるものではありません。これは、地面や路上で礼拝する場合に当てはまり、モスク内で絨毯が敷かれている場合は該当しません。同様に、スンアン・アブー・ダウードには、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれが言われたとの伝承があります。ユダヤ教徒と異なるようにせよ。なぜなら彼らは、靴もフシフ、革靴下も履いて礼拝しないからだ。このことから、その行為の表面的な理由の一つはユダヤ教徒と異なるためであったことがわかります。ナール、NH10 引用増えるとは、歩行中に地面から足を守るために履かれる履物、靴のことです。伝承では、履物を履いて礼拝する際の条件として、履物が正常であること、そして不浄物がないことが明確にされています。もし靴に何か付着しているのを見つけたら、土で吸って清めることとされています。このハディースには、教友やタービーたちが、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれのスンナに従うことにいかに熱心であったかが示されています。ひらめきこのハディースから得られる教訓。サラフ初期の敬虔な先人たちが知識を探求することに熱心であったこと。預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれが行われたことから、靴を履いて礼拝することが推奨されること。預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれが命じた通り、ユダヤ教徒やキリスト教徒と異なること。解説、ウドゥ、清めにおける靴下、フッフの上を拭うことの許容性。ウドゥ、清めの際にフッフ、靴下の上を拭うことや、それを履いたまま礼拝することは、イスラーム共同体への負担軽減と容易化として定められました。このハディースで、タービー、共有の次の世代の一人であるシャフル・ブン・ハウシャブは次のように述べています。私はジャリール・ブン・アブドゥッラーがウドゥを行い、フッフの上を拭うのを見た。これは、足を洗う段階に来た時、彼はフッフを脱いで足を洗う代わりに、フッフの上を拭くだけで済ませたことを意味します。フッフ、キャッフとは、革または羊毛で作られた、足首を覆う靴であり、しばしば暖を取るために使われました。シャフルは言いました。私は彼にそれについて指摘した、クルトゥーラフ・フィー・ザーリク、つまり、彼がフッフを脱いで足を洗わずに拭いたことを指摘しました。するとジャリールは言いました。私は預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれがウドゥを行い、フッフの上を拭かれるのを見た。これは、この行為が預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれの慣行であり、彼がそれに倣っていることを明確にしました。シャフルは尋ねました。それはアルマアイダ章、食卓章が下る前ですか？それとも後ですか？これは、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれがフッフの上を拭われたのが、ウドゥについて定めたアルマアイダ章第5章の次の啓示が下る前か後か、という問いです。その啓示とは、
以下のお言葉です。信仰する者たちよ、あなた方が礼拝に立つときは、顔を洗い、両手を肘まで洗い、頭を撫で、両足はくるぶしまで洗い。クルアーン第5章アルマ間、第6節。この問いは、シャフルがこの刑事がフッフの上を拭う規定を廃し、ナスフしたと理解していた可能性を示唆しています。ジャリールは答えました。私がイスラームに入信したのは、アルマアイダ章が下った後であった。彼はこれによって、フッフの上を拭うことはこのお言葉によって廃止されていないことを示唆しました。なお、神聖な伝承によると、フッフの上を拭う期間は、定住者に対しては1日1夜、旅行者に対しては3日3夜と定められています。このハディースには、教友やタービーたちが、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれのスンナに従うことにいかに熱心であったかが示されています。ひらめきこのハディースからの教訓、ウドゥーの際にフッフ、靴下の上を拭うことが合法であること。